こんにちは。島村楽器のガヤパロコ店の立浦と申します。本日はソニックウェアから新たに登場したヒプノティックグルーヴマシンデコンストラクトミニマルについてご紹介させていただきます。デコンストラクトミニマルはですね、ミニマルテクのミニマルハウス向けに特化したグルーヴボックスで、ソニックウェアおなじみのライブンシリーズと異なり、ジャンル音楽そのものにフォーカスした新たなデコンストラクトシリーズの第一弾となるモデルです。単なるテクノハウス向けグルーヴボックスというわけでなく、伝説的ドラムマシン特有の揺らぎやグルーヴ感を再現することをテーマにしているのが大きな特徴で、またライブンシリーズと筐体サイズはそのままにですね、様々な部分が改良されており、より強力でより使いやすいグルーヴボックスに仕上がっています。本日はそんなデコンストラクトミニマルがどんなモデルなのかというところをですね、実機を使ってご紹介させていただきたいと思います。
いうことでですね、デコンストラクトミニマルですね、サスク全体の構成を見ていきたいと思うんですけれども、本機種にはですね、テクのハウスでよく使われる、こういった TR808 と909をはじめとしたですね、様々な音色を収録したリズムを主体とするドラムトラックですね、それを6トラックとサンプリング音色を使えるこのサンプルトラックっていうのを4トラックですね。そして、こういうアシッド系のベースからですね、簡単なリードシンセまでを網羅するシンセのエンジンを搭載したベーストラックが1つの合計11トラックが用意されていて、この1台だけでですね、楽曲を組み立てていくことが可能です。各トラックはですね、この新たに搭載された小さいノブでですね、音を変更できたり、さらにベースはですね、この小さなノブと専用のこの大きなノブでですね、それぞれ独立してサウンドの調整ができますね。他にもですね、鍵盤マークを押すと、各トラックのサウンドをですね、ピッチをつけて演奏することも可能です。で、この中にはシーケンサーという楽曲を組み立てる機能も搭載されているので、各トラックの音色を使って打ち込みとか楽曲制作が可能です。例えば、パターンを選択して入れたい場所を選択してですね、で、入れたい音のトラックを選択して、ですね。はい。こんな風に簡単に楽曲を組み立てていくことが可能です。で、他にも、こういう再生しながら、アイソレーターですね。ドラムトラックにかかる。で、他にも、MFX、全体にかかるエフェクターですね。これをオンにして、そうですね。いろんな機能やいろんなそのテクノハウスで使われる音色も入っていって、非常に優秀なグルーブボックスなんですけれども、そういったレジェンドモデルの音はなぜ心地よく感じるのかっていうのを細かく解析して、その揺らぎやグルーブ感をですね、トラックビートに落とし込むことができる非常にユニークなフィールっていうですね、機能も搭載されてたりしているんですけれども、後ほど細かくご紹介していきたいと思います。外観はパッと見るとライブンシリーズと非常によく似ていて、筐体サイズも同じなんですけれども、画面がより高精細になっていたりですね、トラックの選択やシーケンスを組む際に使用するステップボタンが LED 式で光るようになっていたり、トラックごとの細かいパラメータを調整するつまみが新たに搭載されていたりですね。他にもオーディオミディ入出力に対応した USB-C 端子が採用されていたりですね。あと、MIDI の端子もですね、この5ピンの MIDI から 3.5mm の MIDI に変わっていたりとですね、いろいろ細かいところでパワーアップしているのが見て取れます。ライブンシリーズと同じくですね、単3電池6本で電池駆動も可能で、さらにこのスピーカーがついている点も同じなので、この1台でいつでもどこでも演奏トラックメイクができてしまいますね。この LINE インや USB は本体への音声サンプリングに使うことも可能です。で、他にもですね、この LINE インからですね、入れた他の機材の音とかもですね、この USB に一緒に載せて録音とかができるので、簡単なレコーディングとかですね、マシンライブ風景のですね、動画撮影とか配信っていうのもですね、簡単に行うことが可能です。それではですね、それぞれのトラックについても細かくご紹介していきたいと思うんですけれども、まずこのドラムトラックからですね、はい。この1から6までのトラックがドラムトラックですね。で、この下のそれぞれに対応するボタンを押すか、トラックボタンというのを押してですね、この色がついているときに、このステップボタンを押すと、各トラックにアクセスすることができます。例えば、そういう鮮明な音を変えたいというときは、小さいこのつまみでですね、選択されているトラックに対して、パラメータを細かく調整していくことができます。例えば音色なんかもですね、様々入ってみて、キックだと、これ808とか。
スネアもですね。という感じで、一つ一つ、入っていて、他にもこのファンクションボタンを押しながら、DR キット、ドラムキットですね。ここでロードすることもできます。このようにドラムキットを演奏中にノンストップで変えていくことも可能です。で、ドラムトラックとかサンプルトラックがですね、主に内蔵のインストとかサンプルを選択して調整する形なのに対して、バスドラム1とこの SD、スネアドラムの1はですね、シンセシスが可能で、例えばこのトーンですね。こっちのバスドラムだと、このトーンがフィルターとかになってるんですけれども、変更できたり、スネアドラムもですね、例えばスナッピーの具合とか、ファンクションをしながらいじると、スナッピーの種類を変えたり、することができて、結構そのアタック感とか低域、ノイズ成分とか質感をですね、調整しやすくなっていて、ミニマルに重要になるキックやスネアのニュアンスをより柔軟に作成できます。で、一応このバスドラ、スネアみたいに分かれているんですけれども、極端な話、このバスドラのところをですね、こういうスネアドラムに変えたりとか、クラップに変えたりとか、全部を例えばハイハットにするみたいなこともできちゃうわけですね。結構ある程度自由にトラックの音色は組み替えができるようになっています。次にサンプルトラックですね。この7、8、9、10はですね、サンプリング素材を割り当てられるサンプルトラックとなっています。で、7から9はですね、さっきのドラムトラックとかにもできたり、モノラルのサンプルトラックにもできる兼用のトラックになっていて、モノラルのですね、2秒とか4秒とかのそのサンプル素材を割り当てることができます。で、トラック10はちょっと特殊で LP トラックと呼ばれていて、ここだけですね、もう固定で最大8秒のステレオサンプルの専用のトラックになっていて、ループ素材とかをですね、放り込んで、音を途切れることなく、流すことができます。サンプルもですね、いろんなものが入っていて、タムとかですね。こういうリムショット系とかもそうですし、今みたいなカウベルとかですね。進めると、この SY、シンセカテゴリーの音ですね。プラックとか。ベーストラックとはまた違ったベースの音なんかの、ロンプラ系の音ですね。入ってますし、FX 系とかもあったり、で、この S2 っていうのがですね、サンプル素材ですね。メーカープリセットとして48ぐらいあるんですけれども、ご自身でも外部から音声サンプリングができて、で、コンストラクトミニマル内での演奏とかですね、作曲に使用することができます。ちょっとサンプリングのやり方についても軽くご紹介していきたいと思うんですけれども、本機種はですね、この LINE インか USB-C から直接サンプリングすることができるんですね。今回はですね、iPhone を使って USB-C でサンプリングしてみたいと思います。やり方も非常に簡単で、USB を挿して、ファンクションボタンを押しながら、このレック、サンプリングって書いてあるところを押すと、サンプリングのモードに移行します。で、キーボードボタンとかですね、このベースドライブのボタンで、例えば LINE インの音量だったら、このキーボードボタンとテンポ。で、今回 USB なので、USB の音量をここで調整することができます。流してみると。このぐらいの音量でいいかなというね、
ここの LED が光るんですけれども、調整した上で、この A、B、C のところでですね、2秒取るのか4秒取るのか、ステレオ8秒なのかっていったところを決めておいて、で、今回はちょっと4秒を取ろうと思うので、これで B にしておいて、サンプリングボタンもう一回押すと、これで音が入ってきた段階でサンプリング開始になります。これですね。これで音が入りました。はい。登録する前に、この鍵盤のボタンで聞き直すこともできて、良ければ、この OK というところでですね、保存先を、既存のサンプルに上書きしてもいいですし、ちょっと空きのところに入れてもいいんですけれども、こんな風に OK ってするとですね、サンプリングが完了して、で、入れ終わったサンプルを使いたい場合は、このトラックでですね、S16 呼び出していただいて、このアタックっていうところでスタートポイントを変えたり、ディケイでですね、長さを変えたり、終わるところですね。このぐらいかな。やっておいて、あとはシーケンサーに入れていけば、こういう風にですね、楽曲にすぐに取り込むことができます。細かいこういうサンプルの設定とかでですね、トラックのリピッチっていうのをオンオフしたりもできますし、もう一つポイントとして、トラック10はその LP トラックって言って、ループ素材、サンプル素材を途切れることなくループ再生することができるトラックなんですけれども、再生の仕方がですね、設定によって少し変わってくるのでご案内しようと思います。いろんなこのループ素材があるんですけれども、例えばシーケンスに一つ入れると、それだけでは再生が途切れてしまうので、再生したいところまでステップを入力して持続してくれるっていう感じですね。で、例えばリトリガーしたいっていうときはこのボタンをですね、2回押してトリガーしたいところを指定すると、こんな風に、そのポイントでトリガーされるというものですね。で、対してこのファンクションサンプルっていうところを何回か押すとですね、そのループのモードを設定するところが出てきて、例えばピッチが変わるときに元のサンプルの長さを保持するモードであったりとか、テンポが変わるときに元のサンプルのピッチを保持するモードとかがあったり、あとこちらのですね、プレイバックモードを変更していただくと、鍵盤を押して素材が終わるまで再生される、そういうワンショット的な使い方ができるモードになります。このモードだと、例えばシーケンサーに取り込んだときに、こんな風にですね、さっきみたいに全部入れなくても持続してくれます。ここはですね、トラックや楽曲に応じて使い分けていく必要がありますね。ドラムトラックとかサンプルトラックだけでも相当に遊べてしまう本機種なんですけれども、さらにこのデコンストラクトミニマルにはですね、アシッド系から太く豊かなベース、あと簡単なモノリードサウンドまでですね、幅広く作成可能なベースシンセのトラックが一つ実装されています。この下の鍵盤のキーにですね、キーを例えば押しながら、割り当てて演奏したり、鍵盤マークを押すとですね、このボタンが2オクターブにわたって演奏することができて、この矢印でですね、オクターブ切り替えもできます。例えば、ここからこんな風にしていくと、打ち込めて、このベースのつまみでですね、音作りができます。
で、このサウンドのつまみでですね、オシレーターを変えたりとかもできますし、この、ベーストラックにはですね、サブベースも入れることもできるので、例えばサブベースをユニゾンにしておいて、レベルで音量を上げると結構ムチムチなベースがですね、できます。で、ベースドライブもついているのでオンにすると、結構過激なベースサウンドにすることもできます。基本的にはですね、TB303 っていうローランドのアシッド系のベースシンセサイザーっぽい音が得意なんですけれども、このオシレーターをですね、S01 っていうのにしておくと、アタックのノブがこのノコギリ波と区形波のオシレーターのミックスバランスに変更されたり、さっきのサブベースの波形がですね、サイン波から区形波に変更されていたりするんですね。もうこれシンセ好きな方ならお気づきかと思うんですけど、いわゆるローランドの SH101 風なシンセエンジンですね。この1台で303っぽい音も101っぽい音も作れるという結構盛りだくさんな仕様です。で、またベーストラックではですね、TB303 のようにシーケンサー上に音符ごとにスライドを設定することが可能です。このアクセントボタンを2回押して、このスライドを入れたいところをですね、緑色にすると。こういったようなアシッド系特有のぬるっとしたベースラインもしっかり構築することができて、このムーブっていうところでですね、グライドの強さを変更できます。結構簡単にですね、ベーストラックも作ることができます。で、本機種ではですね、各トラックのリバーブとかディレイとかの鮮度、そしてトラック全体にかかるマスター FX ですね、MFX が用意されています。で、リバーブの種類はですね、このファンクションプラスベースドライブのところで変えることができて、例えばプレートリバーブとかホールリバーブ、ルームリバーブの3種類ですね、用意されていて、ディレイはですね、1種類のテープエコー型のものが搭載されています。ここで各トラックのディレイとかリバーブの線路量を決めて、ここで全体のその総量を決めるっていう感じですね。で、他にもその、MFX ですね。これもファンクションのここからエディットすることができます。例えば、フィルターとか、フェイザー、ディストーションと、スニップループかなと、ダッカーっていうのが入っています。それぞれ見ていくと、ここでオンオフしといて、オンオフができて、フィルターはですね、まあ、おなじみのこういうスイープフィルターですね。で、フェイザーは、音がうねるフェイザーですね。ちょっと、で、ディストーションは、ちょっとうるさかったですね。で、このスニップループはですね、オンにすると、というような、はい、ちょっと、スターターとかグリッチのようなリズミカルな効果を作ることができて、最後にダッカーですね。これは、よいしょ。トラック1のキックをですね、サイドチェインソースとしてダッキングがかかるっていうエフェクトですね。その合計5種類が用意されています。もう細かいパラメータ調整などはなくて、このつまみで、量を調整するのみで非常にわかりやすい仕様ですね。
シーケンサーについてもご紹介させていただければと思います。本機種にはですね、最大128パターンを収録できて、一つのパターンにつき最大64ステップまでのシーケンスを組むことができます。このパターンボタンというのを押して、バンクを切り替える。8まであるんですけれども、8まであって、例えば一つのバンクの中に1から16までパターンを切り替えることができるので、8×16 の最大128パターンですね。で、また一つのこのパターンの中にですね、A、B、C、D というですね、バリエーションと呼ばれる、より小さいパターンの展開ですね、をさせていくことができて、この一つのバリエーションは16ステップですね、なんですけれども、例えば A のキック、それを A をコピーして B にやって、B はスネアドラム。またこれをコピーして、ハイハットみたいな形でですね、作っておいて、この、例えば A、B、C っていう風に押すと、順番に再生してくれます。他にも、例えば D はちょっとフィルっぽい音にしておいて、C が鳴っていて、OK を押しながら D を押すと、一回だけその D が再生されるみたいなですね、こういった使い方もできて、結構このちっちゃいパターンだけでもですね、いろいろ展開を作ることができます。で、このパターンはですね、基本的に1から8までは、こういうメーカープリセットが入っているんですけれども、それ以降は全部空なので、もうガンガン作っていくことができます。で、パターンですね、は、基本的にはこうやって同じパターンが再生されて、この先ほど申しましたバリエーションの中で展開させていくっていうことが基本となるんですけれども、それ以外にも、例えば、このパターン2回押してオレンジにすると、5のパターン、6のパターン、7のパターンっていうのを、こんな風にですね、パターン同士をつなげて再生することもできます。なので、うまくパターンを組んでやればですね、一曲通したトラックを作ることも可能です。で、打ち込みのやり方なんかもですね、ご紹介していこうと思うんですけれども、パターンを選択して、入れたい音を選択して、こういうステップを入力していくっていう方法や、この録音ボタンを押して、リアルタイムにレコーディングする方法とかですね、もありますし、ベースですね。この一個一個ステップを入れていく。ステップ入力していく方法もあります。で、例えば間違えたところなんか、こうやって消したりとかもできますし、このクリアボタンを押してですね、トラックって押すと、そのトラックが全部一気に消すこともできます。結構入力するだけでもいろいろできたりして、お好みの方法で、トラックメイキングができます。で、他にもハイハットですね。入れて、このハットだけ、ちょっと刻みを多くするサブステップっていうものですね。機能もあったり、この入れたステップを押しながら、そのところだけチューンを変える。パラメータを変えるっていうものですね。いわゆるパラメータロックというような機能ですね。もう搭載していて。このクラップにリバーブをかけたいとか、ここだけリバーブかけるみたいですね。ということもできたりします。で、他にもスイングですね。ちょっとずれたはい、フレーズにしたいっていうのも
できるんですけれども、このスイングも今は全体にかかったんですけれども、例えばベースとハイハットはですね、より結構かかりやすい傾向にあるんですけれども、そうじゃなくてハイハットだけずらしたいっていう場合は、ハイハットを指定しているときにトラックボタンを押しながらスイングさせると。というような感じでですね、その個別のトラックにスイングを当てることも可能です。そして本機種の大きな特徴となるのがこのフィールという機能なんですけれども、これもご紹介していきたいと思います。例えば昔のアナログドラムマシンって発音タイミングが微妙にずれていたりとか、音量が毎回少し違うとかですね、フィルターとか VCA のパーツの個体差で鳴り方が一定しないっていうような特徴があったりするんですけれども、それがリズムに絶妙に影響してですね、特有の心地よさだったりグルービーさにつながるらしいんですけれども、フィールはそれらを再現するというものですね。フィールにはですね、この3つの 0809MN っていうのですね、タイプが用意されていて、こんな風にですね、フィールタイプを切り替えると、リズムのフィーリングもですね、微妙に変わっているのがお分かりいただけるかと思います。多分、ハイハットでやる方が分かりやすいかな。これは、フィール08、ローランドの TR808 のようなリズムの揺れをシミュレートしたもので、ハイハットのピッチが大きく揺れていたり、クラップやスネアのですね、トランジションとかをオフセットするといったような感じで、オープンなリズムフィールを得られるものですね。で、次09。これはですね、TR909 のようなリズムの揺れをシミュレートしたもので、タイトなリズムを維持しながら楽器ごとにわずかなオフセットやベロシティのランダマイズがかかるっていうですね、リズムフィールです。で、この MN っていうのはですね、ソニックウェア独自のもので、08由来のピッチの揺れや09由来のオフセットが複雑に絡み合ってですね、全体的に大きくうねらせるアグレッシブなフィールですね。このフィールはですね、結構サウンドのトラックごとにですね、異なったかかり方をするようです。ハイハットにはしっかりかなりかかって揺れるけれども、リズムの根幹にかかるキックにはごくわずかにかかるといった具合ですね。ちなみにフィールはそのサンプリング素材とベーストラックには影響しないということです。で、またフィールはですね、オフにはならずに、常に何かしらこの08とか09とか MN とかいずれかかかり続けるっていう設計になっているようです。で、もう一つ、各トラックで使えるですね、ランダムベロシティですね。これはですね、アナログ音源や VCA が持つ発音ごとの音量ムラを再現する。つまりベロシティランダマイズですね。これも結構0から127までですね。大きくかけると大きく揺れて、毎回違う音量でですね、鳴ってくれて、ランダマイズしてくれます。フィールと異なり、こちらはサンプリング素材とかベーストラックにも影響して、またフィール同様ですね、サウンドのトラックごとにですね、ランダム具合が異なるようで、ハイハットとベースには特に激しめにランダム具合が発生するみたいです。で、フィールとランダムベロシティはですね、それぞれ別の機能なんですけれども、結構表裏一体の関係にあって、相互に影響し合うことでですね、アナログドラムマシンのような独特のノリや揺らぎを作り出すことができる機能です。結構先ほどのスイングとかですね、パラメータロック機能とかと複合すれば、かなり攻めたビートを作れるんじゃないかなと思います。個人的にですね、シーケンサーでかなり便利だなって思った機能があるので、それも少しご紹介させていただきたいんですけれども、例えばバリエーション A を流しながらですね、次 B のバリエーションを編集することができるんですね。ファンクションをしながらその編集したいバリエーションをして、例えばハイハットを
押したりとかすると、A は今鳴っているバリエーションですね。で、これを OK って押して、はい。こんな風にですね、表のパターンは切らずに、裏のシーケンスを編集できてしまいます。演奏を止めることなく次の展開を準備できるんですよね。結構ライブ感覚でパターンを育てながら演奏できる即興性の高い機能だと思います。他にもですね、フレーズローテーションという結構ユニークな機能もあるんですけども、これはこの例えばパターンを流しながら OK を押しながらですね、変えると再生される場所が変わってくれるんですね。キックのこんな風にシーケンスの内容は変わらないんですけれども、特定のトラックの再生位置だけをずらすっていう機能ですね。打ち込んだデータはそのままなのに、結構ノリとかアクセントが変わってくるので、本当に全然違うフレーズになったような効果が得られます。さっきのようにですね、再生中に切り替えても、現在のループが終わってから反映されるので、演奏が破綻しないのもポイントですね。そのバリエーションで展開を作っていくのもありなんですけれども、こういったようにパターンを増やさなくてもですね、同じフレーズから次々と新しいグルーブを生み出せるっていう機能で、特にミニマルテクノとか IDM との相性は抜群じゃないかなと思います。はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、ソニックウェアのデコンストラクトミニマルについてご紹介させていただきました。めちゃくちゃすごいですよね、これ。音もいいですし。単にミニマルテクノミニマルハウス向けっていうだけじゃなくて、本当にその昔のドラムマシンが持っていたグルーブとかですね、揺らぎを再現してくれるので、どんな風に打ち込んでもですね、非常に心地よいビートが得られるっていうのも非常に良いんじゃないかなと思います。こういうドラムシンセスとかサンプリングとかベースシンセといった充実した音源トラックに加えて、そのさっきのフィールとかランダムベロシティとかですね、をはじめとした様々なシーケンサー機能による有機的なリズム表現ができて、またこのバックグラウンド編集とかですね、フレーズローテーションっていうライブ向けの機能まで搭載していって、もうこのコンパクトな筐体ながらですね、本当にこの一台でいろいろ完結できる素晴らしい機材だと思います。島原楽器対象店舗でも取り扱いや販売を行いますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。本日はありがとうございました。